絵を描いていて、意外と難しいのが人間の正面顔です。うまく描けたと思っても裏から見ると、あれということが何度も、表からだとまともに見えるのに、なんでということが、絵を描き始めたばかりの頃にはよくあります。この主な原因は、デッサン力の不足と絵を見る力、絵をチェックする力の不足、特に右向きや左向きの顔を描くときについた変な癖に目が慣れていたりすると、自分では間違っていることに気づきにくいのが厄介です。しかし、デッサン力も絵を見る力も急には上がりません。そんな時はラフを取る方法を変えてみましょう。正面顔が右や左に歪む要因は、最初にあたりとして描く円の歪みと顔の下半分を描く時の輪郭の左右差です。つまり、ベースとなる頭の形がすでに歪んでしまっているのです。これを修正するために、一旦頭のラフを四角から描いていきましょう。円は左右対称な真円を描くのは難しいですが、四角を左右対称に描くのは比較的簡単です。この時、定規を使って描くのがおすすめです。しっかり測って、今回は一辺8センチの正方形を描きました。さらに各辺の真ん中のポイントから補助線を引いて、この正方形を4つに分割します。正方形を顔と考えれば、これで顔の右側と左側は人体の中央のラインである正中線を挟んで対称となっています。正方形を4分割できたら、これをガイドに頭部のあたりとなる円を描いていきますが、このままだとかなり描きにくいです。少し描きやすくするため、円を描くガイドを増やしておきましょう。まず、正方形の対角線を引きます。そして、それぞれ分割された四角の中にある対角線の3分の1のところにポイントを打ちます。このポイントが円の曲線を通すガイドとなります。それでも最初は八角形のようにカクカクするかもしれませんが構いません。気にせず描いていきましょう。最初は左右対称の円に近いものが描ければ OK です。円になってないなと気づいたところは修正しておきましょう。円が描けたら顔の下部分を描いていきます。まず正方形の上半分を通る正中線を4つに分割します。分割した一番上のポイントから水平な補助線までを1つの基準として、それを2つ分下に下ろしたところが顎になります。最初の正方形を飛び出してしまいましたが、これは人間の頭蓋骨が縦長の楕円球形だからです。顎の位置が決まったら、そこまで四角形を継ぎ足しておきましょう。顔の下半分の長さが分かったので、本格的に頭を描いていきます。ここは顔の左右両方を一度に描くのではなく、まず片方だけ描きます。左側が描けたので、右側をそれに合わせて描いていきます。この時もちょっと面倒くさいですが定規を使いましょう。左側で描いた顔の下半分を右側にも当てはめていきます。ポイントを取る位置が少し間違っていたので修正。これでほぼ左右対称な形の頭が描けました。あとは目や鼻、口などのパーツを描き加えていきます。これらのパーツもある程度決まった配置があるので、詳しい解説はこちらの動画を見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。目鼻を描いていく時も左右の歪みが気になるなら、定規で位置を測りながら描いていきましょう。完全に顔が左右対称の人間などいませんが、絵で描くとそれを超えて歪んでいるのに気づかないということがあります。今回の方法で頭のベースを描けば、とりあえず頭蓋骨自体が歪んでしまっているという事態は避けられます。頭の形をきちんと描くことができれば、目や耳などの形のちょっとした違いは、顔の左右差と解釈できるでしょう。今回はあくまでアナログで顔を描きたいという場合の作画例です。デジタルツールを使えば、正面顔はもっと簡単に描けます。あたりの円も円ツールで簡単に描けますし、顔の片方だけ描いて左右反転させれば完全に左右対称の顔も描けます。ただ、左右反転させた顔は少し無機質なメカのような印象になるので、手書きで描いた微妙に左右のズレがある顔の方が味があるように感じられます。デジタルでも下書きに円ツールや直線ツールを使い、清少手書きのフリーハンドで描いて少し左右のズレを作るという描き方が良いのかもしれません。正面から見た頭の正しい形を知って、それを描く癖をつけていけば、次第に正しい形の方に目が慣れて、間違った場合もすぐに修正できるようになっていきます。人間の正面顔を歪まずに描くためには、まずは正しい形に目を慣らしていきましょう。それでは、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。